こんにちは、スネドラです。今日は日本海を南下して留萌に向かいます。今晩は車中泊する予定です。アルメリアのお母さんにバッカイっていうところにアザラシがいるかもしれないって聞いたんですが、残念ながらね、見つけることができませんでした。石狩から稚内まで約300キロをつなぐ国道のオロロンラインです。いかにも北海道の道っていう感じですね。オロロンラインの途中にある浜誘致園地っていう、休憩所です。ここから利尻富士を望むことができます。今日は少し雲にかかっちゃってるんで頭と裾野ぐらいですけどね、確かに富士山っぽいです。再びオロロンラインです。オロロンラインっていうとこの風力発電機がバーッと並んでるこの景色がとても有名ですよね。今日のランチは途中の手塩町にあるアゲインさんっていうところでいただきました。昔はスナックだったのかなと思うような外見なのでちょっと戸惑ったんですけど、とりあえず中に入ってみます。まずは名物のしじみラーメンです。しじみのエキスが濃厚ですごく美味しい塩ラーメンでした。カツカレーは辛さを抑えた家庭のカレーっていう感じでした。すごい量でしたね。満腹になったところで再び留萌を目指します。途中の看板で三毛別っていう史上最悪のヒグマ事件の復元地があるっていうのを見つけたので寄ってみようと思います。あと少しのところで未舗装路になっちゃいました。なんかね、嫌な予感がします。ここ空気の張り詰め方がおかしくて、なぜかねすごく寒いです。人里離れた山奥で熊出没注意の看板が立ってて観光客がゼロ。これね、やばいところだと思います。大正4年にヒグマによって10人が殺傷された史上最悪の現場を復元したようです。すぐ横の看板にヒグマの目撃情報ありとか十分注意せよって書いてあるんですよね。これもうわざと怖がらせてるとしか思えないぐらい怖いです。これが実物大と思われるヒグマの模型なんでしょうね。この間知床で見たヒグマが赤ちゃんみたいなサイズに見えます。こんなんに襲われたらね、ひとたまりもないですね。小屋の中は真っ暗だし蜂も飛んでるしね、もう怖さが極限に達したのでもう戻ることにします。あまりの恐怖にどっと疲れが出ちゃいました。もうさっさと留萌に行って風呂入って飯食いたいです。途中で黄金岬に寄りました。素晴らしい景色なんですけども、もう北海道に来るとこれぐらいの景色はザラにあるんでね、だんだん感動しなくなってきました。黄金岬のキャンプ場です。幅が5メートルぐらいしかなくて、それが駐車場の後ろにバーッと続いてます。トイレもあるし景色もいいし、ここは結構ありかもしれないですね。比婆山の放火台跡です。夕日が絶景らしいんですけれども時間的に待てないので道の駅に向かいます。はい、ここが道の駅留萌ですね。今晩はここで車中泊しようと思います。今のうちに下見しちゃいましょう。留萌駅のすぐ横にあってルシンふれあいパークっていうのが併設されているようです。とても綺麗な建物でフリー Wi-Fi の電波強度もバッチリです。トイレもとても綺麗でした。車中泊するときって夜に何度か利用させてもらうんですけれども、これだけ綺麗だとね、安心して使うことができます。2020年7月11日オープンということで出来たてですね。外には B 級グルメ的なお店が並んでます。数の子ドッグ、ニシン親子弁当、数の子ジェラートとかもあります。なんともね、気になるものがたくさんあるんですけど、今日はもうね閉店しちゃってて食べることができません。とても残念です。続いて道の駅に隣接している公園です。 JR 留萌駅の駅前にもあって立地は最高ですけどね、素晴らしい公園です。この公園なんとドッグランが併設されてます。しかもすごく広くてきちんと整備されてて最高のドッグランでした。ここは犬連れで車中泊する人にはベストな場所なのかもしれません。それではそろそろ温泉に向かいます。車で10分ぐらいのところにゆったり館っていうのがありました。ここは人工温泉みたいなんですけども、とてもいいお風呂でした。
留萌駅の近くに繁華街があるので、夕食はそこでお酒飲みながら食べることにします。洋食居酒屋アントレさんっていうところを見つけたので入ってみました。またしても料理の写真を撮り忘れました。このアスパラと、取り損ねたビーフシチューがね、すんごくうまかったです。繁華街から10分ぐらい歩くと道の駅に到着します。途中にコンビニもありました。今日は平日なのですごく空いてますね。以前の車中泊動画で寝袋を敷布団と掛け布団にして使うっていうのをやったんですけど、あれやるとね、上に夜犬が乗っかった時にね、掛け布団が動かなくなっちゃうので、一人ずつ別々に寝袋を使うことにしました。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。三毛別の怖さは実際見ないとわからないと思うので、ぜひ見に行ってみてください。明日は層雲峡に向かいます。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。